はじめましての方もこんばんは。発売を楽しみにしていたダークアドベントが2度目の発売延期になって悲しくて眠れない男ゆちです。楽しみにしていた分、すごい脱力感、すごいです。でもさすがにもう延長しないでしょ。次は7月発送だったかな。届いたら絶対に作ってやる。ちなみにこのチャンネルでは美少女プラモやガンプラを中心に改造や全塗装を行っていくチャンネルです。よかったらチャンネル登録よろしくな。そして宣伝です。とうとうメンバーズシップを開設しました。今のところの特典としては、過去のライブ配信が見れたり、Twitter や Instagram に上げていない画像が見れたり、ちょっとしたショート動画が見れるようになっております。そして何よりの特典は、僕のモチベーションが上がり、動画のクオリティがちょっと良くなっていきます。僕を支援してやってもいいよと思う人はよろしければご参加ください。そしてゲームものんびり配信中。僕の下手くそプレイを見たくなったらぜひチェックしてみてください。さて、宣伝終了。それでは今日作るプラモを見ていきましょう。今日作るのは女神デバイスカオス&プリティ赤ずきんです。名前が長いね。噛まずに言えた自分を褒めたい。では箱を開けてランナーをチェックし、赤ずきんを組み立てます。組み立てるとこんな感じです。表紙と違ってフードを取った状態なのですが、とても可愛らしいですね。ですが見れば見るほど語尾にダベとかつけそうな田舎っ子キャラに見えてきます。だがそれはそれで心躍るぜ。そしてなんといってもこのプラモの成型色がとても綺麗なんです。右側のパーツは前回作ったキュービホムラのパーツなのですが、どうですか。比べてみると赤ずきんの方が少し紫がかった赤になっていてとても綺麗なんですよ。この配色は非常に僕好み。そしてこのプラモで結構気になっていたのが髪の毛。フードも被ったりするのでちょっと変わった関節してるのかなと思いきや、手首に使っている関節と同じでしたね。なので結構動かしやすい。その他の足や腕の関節もいつも通り幅広く動かせます。なのでいろいろなポーズを取らせることができます。ただアクションポーズを取らせていると気にならないのですが、普通に立たせたりすると股関節の隙間が少し気になります。どんな感じなのか他のプラモと見比べてみましょう。こちらがアスラ忍者の関節になります。アスラシリーズは結構隙間ができないような作りになっているのですが、この赤ずきんの股のところですよ。結構隙間が大きいんですよね。そして足の付け根も割と隙間が大きい。これはよろしくない。ですが最初に言った通り、ポーズを取らせればあまり目立たないので、そこまで気にならないです。さて次に付け替えパーツを見てみましょう。手首は全部で9種類あります。おいおいなんでピースの手とかだけ別撮りになってるんだよと思った方、そうです。ランナーから切り忘れておりました。塗装中にあることに気づき別撮りになってしまいました。顔パーツは全部で3種類。それにしても赤ずきんの顔はとても可愛いですね。なんといっても瞳がキラキラしているのがいいですね。そして足首パーツはなんと2種類あります。靴状態とブーツ状態の足があり、なんといっても左の靴状態のパーツ分割がとても良く、合わせ目も目立たないところにあるので塗装する人は塗りやすいです。さあどんどん行きましょう。次は赤ずきんモードを見ていきます。まず頭巾とフードをかぶせるとこんな感じ。表紙の通りフードをかぶるととても可愛らしいですね。可愛いのだがこいつはだいぶ腹黒な気がします。なぜかというとですね、ギミックとしてこの腕のカゴに実は狼の頭をしまえるんですよ。僕は赤ずきんが狼に襲われているところを想像していました。いつから錯覚していたのか、狼が赤ずきんに襲われていたようだ。挙句そのまま狼の頭をカゴにしまい、さらにはアーマーモードでは頭に狼の頭を取り付ける。この赤ずきんなかなかのサイコパス。そう思うと先ほどまで赤ずきん可愛いと思ってたんですが、途中から赤ずきん怖えよって思いました。それはそれとして装甲なんかの付け方を変えるとスカーフっぽくなります。さらにこの装甲はポージングの邪魔にならないように多重関節になっているのでとても動かしやすいです。そしてこの武装状態でなかなか強いと思うのがこのクローアーム。スカートのところに仕込んでるなんて気づかなかったらイチコロですよ。そしてこの状態でもやはり腰回りが少し気になります。下から覗くとスカートの境目ががっつり見えてしまうのが少し気になりますね。訓練された紳士たちには少し物足りなさがあるかもしれませんが、上から覗くように見たらスカート下の違和感はなくすごく可愛いです。さて僕なりの赤ずきんのレビューは以上です。
今日はこいつを前回作ったキュービーホムラで余ったパーツを足してオンリーワンの赤ずきんを作っていこうと思います。では改造の方行ってみよう。まずは組み替え遊びをする前にフードを少しいじっていきます。この赤ずきん気持ちフードの被り方が浅い気がするので、もう少し深く被っているように見せるためにプラバンを足します。1ミリのプラバンを程よい大きさでカットし、ミスターセメント SP で接着したら、つなぎ目にタミヤエポキシ造形パテを盛り、表面をヤスリで鳴らしてあげれば、あっという間に深めに被ったフードの完成。そしたらキュービのパーツを足していく。まずはこの大きめの装甲です。キュービの関節を使って同じ向きに取り付けます。裏面の 3mm ジョイントには赤ずきんのケープパーツを取り付けます。そして合体させるための腰パーツには一部赤ずきんの装甲を取り付け、関節が見えないようにし、その後左右で作った装甲パーツをドッキングさせます。後ろの装甲にはこのキュービで使わなかった武器パーツを赤ずきんの関節を使って取り付けます。そして裏面には同じくケープを取り付けます。あとは赤ずきんとドッキングさせれば腰回りは完成。そして腕パーツにはキュービの装甲をつけます。胸元にはキュービのマフラーをつけるのですが、このままではつけられないので 1mm のプラバンがはまるぐらいに溝を掘り、2つを接着ドッキングします。出来上がった赤ずきんがこんな感じ。最初は白無垢っぽく仕上げようと思ってたんですが、マフラーを取り付けたら一気に違う方向になりましたね。どう見てもくのいちにしか見えねえ。無意識にくのいちっぽく仕上げようとしている自分が怖いですね。さてここからはめんどくさいですが下処理です。まずは合わせ目処理から。消したい合わせ目の部分にミスターセメント溶剤を流し込み、パーツをギュッと押さえつけ、中から出てきた溶剤をよく乾燥させたらマジックテープやすい旋盤で表面を仕上げていきます。次にプラモの宿命パーティングライン。対処方法は簡単。パーティングラインがある全体をデザインナイフでカンナ掛け、最後にヤスリで表面を整えれば完成。これでパーティングライン攻略だ。一部パーツは面出し、ちょっと丸まってるかなここって思うところは棒ヤスリで少し削り、パーツをシャープにします。仕上げに旋盤のヤスリで削ります。細かな違いになりますが、これをやると結構引き締まってかっこよくなります。既存のモールドは筋彫りカーバイト 0.15 で彫り直し、後で墨入れをしやすくします。筋彫りをすると表面が少し荒れてしまうので、最後に少しヤスリで表面を整えます。下処理をしていたら手元に少し物足りなさを感じてしまったので、武器を少し足します。このウェポンユニット2本と2のセットのつばがないやつを使います。これを色塗って持たせるぜ。さて大体の下処理は終了。一度細かい塵やゴミを洗い流し、よく乾燥させたら塗装いきますよ。まずはガイアマルチプライマーを全体に塗り、塗装の食いつきを良くさせます。よく乾燥させたら装甲パーツ類にはミスターフィニッシングサーフェイサーグレイを塗ります。そして今回はゲーミングっぽく仕上げたいので、ミクグリーンとエヴァネオグリーンを混ぜて装甲パーツを一度緑色にします。そして武器パーツだけはウルトラマリンブルーを使って根元をグラデーション塗装していきます。そしてさらにその上にサファイアブルーを使ってメタリックな武器感を出します。いい感じの中二病心をくすぐる武器の色になりましたね。今度は少しマスキングをしてウルトラマリンブルー、マズダークブルー、クリムゾンレッドを使って黒紫色を作り装甲パーツを塗ります。この時ピュアブラックを少し足したりしてさらに装甲パーツを塗り分けします。インナースーツにはローズディープレッド、アイスコバルトブルー、ピュアブラックを使って赤黒い色で染め上げます。そしたらその上に100均で買ってきた網をかぶせ、ファレホのブライトブロンスを塗ります。その後網を取り外し、下地で塗った赤黒い色をグラデーション塗装するとこんな感じです。完璧な網タイツだ。苦労して考えた甲斐はありましたね。肌パーツにはサーフェイサーパステルピンクを下地にし、フレームアームズガールカラー FG01 と FG03 を1対1に混ぜ肌を塗ります。そして髪の毛にはコーラルオレンジ、ピュアホワイト、メカトロンオレンジを混ぜ金髪に塗ります。よく乾燥させたらクリアのトップコートを一度拭き、レザーブラウンなどを足して陰影の色を作り、
髪の毛に大雑把に塗ります。そして大雑把に塗ったやつがこんな感じ。どこに影がついてるのかよくわからなくなるので、これに100均で買ってきたメラミンスポンジを使って塗りすぎてしまった部分をこすり取り、陰影をはっきりさせます。はっきりさせた髪の毛がこんな感じ。この髪の毛凹凸がしっかりしていたのですごく塗りやすかったですね。さて、エアブラシによる塗装はだいたいこんな感じ。次に筆などによる部分塗装。まずはフラットレッドを使って狼の目を作ります。次にホワイト、ライトグリーン、ロイヤルブルーを調色し、緑色の墨入れをします。この塗料はエナメル塗料なので、はみ出てしまった部分はエナメル薄め液で拭き取ります。緑色のパーツ類にはミスターウェザリングカラー、シェードブルーを使います。口元はホワイトとピンクを調色し、ピンク色に塗ります。口元は最初大雑把に塗り、エナメル薄め液で綿棒で拭き取るようにすると結構綺麗に仕上がります。フェイスデカールは付属していたデカールを使います。そしてさらに装甲類は市販で売っているデカールと玉物前で余っていたデカールを使います。さらにタチの鞘にはネイルシールドのゴールドを貼り、高級感を出します。貼った鞘がこんな感じ。いい感じに高級感が出てますね。最後にチーク、ほっぺたに100均で買ってきた化粧品でチークを描いていきます。描き終わったらトップコート、艶消しとクリアを1対1に混ぜ、全体に塗っていきます。これで全ての作業は終了。あとは組み立てれば完成。これが眠れない男による武装した赤ずきんだ。いかがだったでしょうか。今回の女神デバイス赤ずきんは、最初に言った通り股の隙間はポーズを取らせれば気にならないので、とてもいい感じでした。そして何よりも武装パーツの組み替えの幅が広い。組んだ後の楽しさ広がるのはとてもいいですね。これなら次に来るアリスも楽しみです。さて、今日の動画面白かったよ、楽しかったよって思った方は、チャンネル登録、熱いコメント、熱いグッドボタンよろしくな。動画でちょくちょく使っているアスラシリーズの余剰パーツを今回はふんだんに使ったのですが、全然余剰パーツが減りません。一体いつアスラシリーズの余剰パーツを使い切れるのか少し不安になります。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。またな。